コカ・コーラには昔含まれてたのはコカインっていう。コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その1。麻薬中毒者が作ったという話なんですけども、アトランタっていうですね、アメリカの言っちゃえばですね、何もないようなところでですね、コカ・コーラが創業されたのか、そこから話をしていこうと思います。南北戦争は2つの産業をアメリカに生みました。一つはですね、新聞です。新聞はですね、まず南軍北軍の一番最初は意見を戦わせるためで、新聞は同時にですね、今どっちが勝っているのかとかと、今どこまで攻め込まれているのか、今どっちが有利なのかっていうのを報道するためにもみんなすごい読みました。そういう新聞なんですけど、その新聞のスポンサーだったのが売薬、薬品なんですね。薬を売るっていうのがですね、その当時新聞と一緒にアメリカの大産業になりました。当時の新聞はですね、もう本当に一面こそニュースが出てるんですけど、二面からですね、ずーっと薬の宣伝ばっかりなんですよ。それも怪しいですね、インチキな薬ばっかりです。それは何でかっていうと、怪我とか病気の対応なんですね。いわゆる土地が広くて医者が少ないし、あと戦争でですね、大怪我をした人が多いと。紙面の半分以上がそういう怪しげな薬のですね、広告ばっかりが載ってたと。もともと南部のアメリカっていうのはですね、奴隷制なんですけども、割と上品な国として知られてたんですね。南部美人といえば、いわゆる京女と同じでアメリカの男性の憧れの的です。その象徴であるアトランタがですね、一気に焼け落ちて再建した時は、アトランタはですね、怪しい薬を売って儲けることばっかり考えている金の亡者の街になってたんですね。で、アトランタはそういう拝金主義のアメリカ、新しく生まれ変わった拝金主義のアメリカのですね、中心地でした。その当時のアトランタではですね、金を稼ぐことはもう全部正しかったんですよ。何やってもいいと。で、そこでインチキ薬の総本山になったんですね。当時本当に毎週何十種類というですね、新薬が発売されました。リュウマチが一口飲めば治るとかですね、子供ができなくても3日後の薬を飲んだらですね、あっという間に次の月には妊娠するとかですね、目が見えなくても治るとか、耳が聞こえなくても治るとかですね、ものすごいですね、嘘の薬、頭が悪いなら薬飲め、力持ちになりたいなら薬飲め、痩せたいならこの薬、太りたいならこの薬っていうのが連続。アメリカで発売されるこういうインチキ薬の大半、この発売元っていうのは、その当時の新聞広告を見たらですね、アトランタが発売元になってるんですね。それを売り出すために新聞広告を利用したので、さっきも言ったようにアメリカの新聞広告の半分以上が薬品の広告、それも町の医者が勝手に作った薬効もろくに確かめてないような噂話だけのそういう新薬が出てきたんですね。で、その時代にですね、コカ・コーラはですね、このインチキと金儲け主義の町アトランタにですね、1886年にさっき言ったように生まれました。ちなみにですね、コカ・コーラ社がジョージア州アトランタ市にあるのでですね、コカ・コーラ社が出している日本のコーヒーのブランド名もジョージアっていうんですね。ジョージアコーヒーっていうのは、あれジョージア州で豆が取れたからでも何でもなくて、コカ・コーラが発売しているからジョージアです。で、よく知られているようにコカ・コーラは最初はですね、薬として売られました。それもですね、食欲不振や、頭痛、体調不良や二日酔い、神経痛や男性の不能回復とかですね、もう思いつく限りのありとあらゆる素晴らしい効能があると、発明者のですね、ジョン・ペンバートン博士はですね、広告の中で訴えました。ペンバートン博士はですね、そこまで言い切った理由は2つあります。1つ目はですね、この人真面目にコカ・コーラのことを信じてたんですよ。これは他の偽薬と一緒にしてくれるのはコカ・コーラすごいんだぞと。南米から取り寄せた当時最新のアルカノイド、コカの葉、それは他のインチキ薬とは比べ物にならないほど効き目があったんですね。元気のない男はたちまち働き出したし、毎日頭痛を訴えていたご婦人もですね、たちまち朗らかになる。それは朗らかになりますよ、コカインなんだから。もちろんそれはコカの葉に含まれるですね、コカインのおかげなんですけども、当時のコカインは非合法な麻薬ではなく、逆に世界を救う究極の薬品というふうに言われた、そういう時代なんですね。これが2つの理由の1つ目です。もう1つですね、このベン・バートン博士が素晴らしい薬だ、万能薬だと言い切った理由の2つ目なんですけども、ベン・バートン博士自体にですね、実は未来がなかったんですね。博士はですね、南北戦争で受けた傷の痛み、この人自身も南北戦争で受けた傷の痛みが深かったんです。痛みをですね、和らげるためにですね、モルヒネの注射を毎日打ってたんですね。で、モルヒネの注射を毎日打ち続け、本人が重度のモルヒネ中毒者になってたんですよ。ベン・バートン博士自身も残された寿命は数えるほどもなかった。実はこのコカ・コーラを発明して2年後に死んでしまいます。その寿命が尽きるまでに、なんとか自宅にあるですね、化学薬品工場をもっとちゃんとしたものにして、奇跡の薬品コカ・コーラというかコカインを使った究極の薬を世に出したいと思ってました。コカ・コーラ社がですね、絶対知られたくない黒歴史その1っていうのは、コカ・コーラを発明したこの麻薬中毒でですね、死にかけている
この人漢方医なんですね。漢方薬の医者だったの、漢方医だったと。つまり麻薬中毒者が麻薬を成分とするドリンクを作ったのだ。まあそうだけどね、言っちゃったね。これがコカ・コーラのですね、黒歴史その1でした。コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その2、コカインの真実。コカ・コーラ、コークと呼ぼうコカ・コーラっていうふうに言うよね。なんでコークと呼ぼうっていうのかっていうと、実はコカ・コーラはもともとドープって呼ばれてた。ドープと呼ぼうコカ・コーラだった。ドープっていうのは薬品のスラング、いわゆる薬物とかを作ってスポーツで記録とか出したりするときにドーピングって言うじゃん。ドーピングのドープっていうのは薬品っていう意味なんだけども、もともとコカ・コーラっていうのはですね、売り場ではその麻薬というあだ名だったんです。で20世紀に入ってコカ・コーラ社が成分から渋々コカインを除いたんだけども、本当にね、実は最初いやいや除いたんだよね。世間がいろいろコカインコカインって叫ぶと、もうコカ・コーラの中に入ってるコカインなんて微量だから、あんだけしか入ってなかったら害がないのにと社長は思いながら、もう散々もう会社の他の取締役からなんから営業からみんなコカイン抜いてくださいよと今世間えらいことになってますよって言って、その時の社長が嫌だけどもうしょうがない抜くかって言ってコカイン抜いたんですけども、これ以上違法薬物のイメージを広げたくないと、なのでドープっていうふうに呼ばれるのもやめさせようとしたのでですね、ニックネームでコークというのをつけた。コークと呼ぼうコカ・コーラっていうのは日本ではすごい自然に入ってきたけど、実はアメリカではコークと呼んでくださいっていうのはもう二度と皆さん売り場でドープと呼ばないでくださいという意味だったんですね。ではなぜコカ・コーラはドープ、薬品、薬物というふうに言われたのか。都市化のストレスで神経症を訴える人が激増しました。不安がね、すごい眠れないとか頭痛がするっていう、このね、不安がするとか眠れないっていう、頭痛がするっていう神経症という言葉もですね、この当時のアメリカで生まれました。それは何でかっていうと、もちろんアメリカは工業化社会になっても農村で働いてる人もいるし、農業やってる人もいるんですよ。でもそうじゃなくて、俺はちゃんと近代アメリカですね、南北が統一された素晴らしいこれから金持ちになるアメリカに適応したんだぞというアピールしたい人たちは、なんかね、わざと頭痛がするとか神経症だとかって言い出したんですよね。つまりある種セレブの証明みたいなもんなんですよ。セレブの証明としてなんか不安で眠れなくてっていうとか言ったり、自信がなくてって言ったりですね、頭痛がするって言ってるのはお金持ちの証明だったような時代だったんですね。農業ではなく工業で儲けてる証拠というわけだから、その当時のセレブの病気といえば体を動かさずに美食ばっかりしているから消化不良というのもやっぱセレブっぽい悩みだ。で忙しすぎて神経症。そこで注目されたのがヨーロッパの天然水、炭酸水ってやつ、ミネラルウォーターの中で発泡ミネラルウォーターってあるじゃん、炭酸水。ヨーロッパの温泉行ったりですね、水源に行って炭酸水を飲むっていうのはもう本当にセレブがやっている。いや、食欲不振だからヨーロッパから取り寄せた炭酸水飲んでるよっていうのが一番かっこいいことだったんだ。だからそれを飲むのが健康にいいという民間療法も流行っていた。で早速ドイツで人工炭酸水っていうのが作り出された。固定された空気っていうふうに言われたんだけど、それがアメリカにもその機会がやってきたと。本当にね、当時炭酸水っていうのが薬局で売ってたんだ。であっという間にアメリカ中の薬局のコーナーの隅に炭酸水を飲むためだけのブースができた。炭酸水のタンクが置かれて、炭酸水の発生器を置いたところもあるんだけども、ヨーロッパの天然の泉、ファウンテンっていうのをみんなにイメージさせるためにソーダファウンテンっていうのが呼ばれたと。なんでかというと、もともとあれ薬局にあるのはなんでかっていうと薬品だったから。炭酸水を飲むだけで消化不良が治ったとか頭痛が治ったっていうふうなことを言われてたんで、それで薬局の隅にソーダファウンテンっていうのが作られて、それがだんだん大きくなってきて、ファーマシー、薬局っていうのがだんだん若者の社交の場みたいになっていった。そこでですね、ベン・バートン博士は炭酸水で割る原液の薬、その当時炭酸水っていうのがもうだんだんオレンジとかいろんなフレーバー入れ出してきたから、そういう原液の薬を探し求めていました。1885年の8月というふうに言われてます。ベン・バートン博士はですね、行きつけのジェイコブズファーマシー、後にコカ・コーラを世界で初めて発売する場所だよね。角で新聞買いました。博士がですね、ガーッと新聞めくると、1面だけは新聞記事なんだけども、2面3面4面と全部インチキ薬。もう自分も薬調合してるけどインチキ薬ばっかりだと思ってて探してて、ようやっとベン・バートン博士は目当ての記事見つけた。広告の隅に埋もれるようにしてですね、アトランタ市議会のニュースが載ってると。アトランタ市議会はその当時禁酒法、酒を禁じると法律を
全米アメリカに先んじて可決しようとしていると。やっぱりっていうふうにベン・バートン博士は思ったわけだよね。博士はそのまま薬局の2階の自分の借りてる部屋行って、ペルーから届いたばっかりのでっかい荷物を開けた。そしたらペルーから届いた荷物の中には魔法の植物コカの葉と、そのコカの葉からコカインを抽出するろ過器がセットで入っていると。やっと間に合ったと。禁酒法が成立すると、多分アメリカだけ、アトランタだけじゃなくてアメリカ中で代わりの飲み物っていうのをみんな欲しがるだろうと。いきなり酒が飲めなくなったら、みんな酒が飲めなくなったらどうすると、酒屋に行くんじゃなくて薬局のソーダファウンテンで酒みたいなものを飲もうとするだろうと。でこの魔法の葉っぱコカから抽出したコカインで究極のドリンクを作ろうと。美味しくておまけに健康に良くて万病に効く、そういうふうなものができるはずだっていうふうに思ったわけだよね。コカの葉はですね、インカ帝国の宗教儀式にも使われて、インカの奴隷たちはコカの葉を噛んでる限り何十時間でも働いたっていうふうに言われてるんだよね。コカの葉を噛んでるとですね、悩みがなくなり頭がスカッとするというまあそうだよね、コカインだから。でジグムンド・フロイトもコカインを万病薬としてですね、ものすごく褒めてると。褒めてるどころか自分に処方して、おまけに患者にも処方して、もうねコカイン中毒患者は山のように作っちゃったんだけども、ベン・バートン博士はこの南米の魔法の葉っぱコカと、さらにアフリカ原産のコーラの実、これはね 4% ものカフェインが含まれていて、現地の部族も興奮剤として使ってるんだよね。でこのコカの葉とコーラの実を両方使うというとんでもないことを思いついて、この2つの薬品を混ぜて1年ぐらいかけてアメリカ製の初の麻薬ワイン、フレンチワインコカっていうのを完成させました。その直後フレンチワインコカはものすごい売れたんだけども、ところがその直後アトランタ市議会は全米に先んじて禁酒法を成立させます。この禁酒法がきっかけになってアメリカ中に1920年代イタリアンマフィアが伸びるきっかけになっちゃった、そういうふうな異常事態になったんだけども、1年間か2年間の猶予期間があったんだって、アトランタでも。でその間にとにかく酒が飲めなくなるということで禁酒ドリンクというのが流行りだした。とにかく何か酒の代わりに飲むものが欲しいというふうなことで、どんどんですねみんな禁酒ドリンクというのを開発したと。ベン・バートン博士はフレンチワインコカっていうコカイン入りのワイン作ってたんだけども、酒屋で一杯やれなくなった男女もですね、今度は酒屋でなくて薬局のソーダファウンテンで何か代わりのもの、酒が飲めなくてイライラすると、このイライラを収めるものをくれと。でベン・バートン博士は自分のフレンチワインコカからアルコール成分を抜いてソーダファウンテンで売るっていうことを思いつきました。それがコカ・コーラです。1杯わずか5セント、当時の値段で5セントで、酒のですね半分以上、5分の1から10分の1ぐらいの値段なのに、酒よりはるかに気持ちよくなれる。それも当たり前でですね、当時のコカ・コーラは原液でしか発売しなかった。その原液をソーダファウンテンの薬局の親父が20分の1に20倍に炭酸水で薄めて売ってくれって言ったんだけども、何倍に薄めるかもう親父次第なので、ちょっとチップもらったら原液の4倍ぐらいの薄めとかですね、めっちゃ濃いのをガンガン出してたので、それはもうねコカイン成分のおかげであっという間にね男女ともに気持ちよくなっちゃう。クリームソーダを飲みに来た子供にも親父たちはちょっとサービスして設定分量の5倍ぐらいのコカ・コーラを飲ませたってやったと。そうすると子供はもう全然まっすぐ歩けなくなって家に帰った後もですね3日ぐらい目がランランとして眠れなかったそうなんだけども、それぐらい興奮してしまったって。この子供にコカ・コーラを飲ませて眠れなかった事件というのは後にコカ・コーラ裁判というのがあった時に、有毒なコカインでアメリカの子供を中毒にしたというふうなことで訴訟されることになったので、コカ・コーラからですねコカインが抜かれることになったんだけども、それでもですねコカインの中毒性とか有害性が知られる前だったので、とにかく魔法の薬コカ・コーラは売れに売れたと。つまり今のコカ・コーラにはコカインが全然入ってないってこと。そうそう、コカインね全然入ってない。つまんない。これねまだね疑う人が結構いるんですけども、入ってません。1900年とか1903年とかいろいろ言われてるんですけども、全部抜かれてしまいました。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。